南無八幡大菩薩、別しては我が国の神明、日光の権現、宇都宮、那須の湯前大明神、願わくはあの扇の真ん中、いさせてたばせたまえ。1185年2月19日、平家の本拠地、四国に義経が到着します。四国に到着した時の源氏の船はたったの5艘。戦の天才義経はたった5艘の人員で平家の本拠地を攻め落としてしまうんです。はいどうも皆さんこんにちは。今回は屋島の戦いについてお話しします。那須の与一の扇の的が有名な戦いですね。中学校の古文で勉強した人も多いと思います。現地の映像とともにこの屋島の戦いを見ていきましょう。一ノ谷の戦いが終わり、平家は本拠地である屋島へと逃げていきます。瀬戸内海の海賊は平家の味方。源氏は水軍を持っていなかったため、海を渡ってしまえば源氏は追いかけることができないんです。こうして戦いは一時休戦。義経は京へと戻り、範頼は鎌倉へと戻ります。とはいえ、一ノ谷での活躍により、義経は都で大人気。その噂を聞きつけた後白河法皇は、義経を利用しようと考えます。あまりにも勢力を拡大してきた源氏の力を恐れ、源氏の内部分裂を引き起こすための布石を打つんです。それは、義経を検非違使の城に任命することでした。このチャンネルで何度も言っているように、頼朝は政治の天才です。彼は源平合戦にほとんど出てきませんが、その間に新しい時代を作り上げる準備をしていました。武士の時代です。どういうことかというと、頼朝以前の時代は天皇中心の時代です。摂政や関白が政治の実権を握っていたということもありましたが、彼らはいわば天皇の代理。つまり天皇が摂関などの貴族に位を与えて政治をさせているという仕組みでした。この仕組みを利用して政治の世界に関わっていた武士が平清盛です。彼は天皇から太政大臣という位をもらって政治に関わりました。しかし、頼朝はさらに先を見ていました。この仕組みだと武士の時代は来ないと気づいていたんです。頼朝は源平合戦に登場せずにずっと鎌倉にいますが、彼はこの天皇中心の政治、つまり朝廷の政治の仕組みを終わらせ、武士中心の政治、つまり幕府の政治の仕組みを作っていたんです。鎌倉時代になると侍所とか政所とかいう単語が出てきますよね。名前は知ってるけど何する場所なのかわからないっていう人もいると思いますが、あれが幕府の政治の仕組みの中の一つです。頼朝の考えでは、天皇から恩賞として位をもらわないことが重要でした。頼朝の理論はこうです。摂関や清盛は天皇から位をもらって政治に関わることで力を手に入れた。しかし、位をもらっていては天皇の下の存在です。位を餌に言うことを聞かされます。武士の時代を実現するためには、貴族の世界にヘコヘコするんじゃなく、貴族の世界とは別に武士の世界を作る必要がある。このように考えてたんです。ここでやっと話が戻るんですが、後白河法皇が義経を検非違使に任命したのは、頼朝の理論とは正反対の位置にいます。なぜなら、天皇家から恩賞をもらっているからです。ということで、義経は頼朝から都での謹慎を命じられます。そうなると、義経なしで平家追討を進めないといけません。頼朝の作戦はこうでした。まずは鎌倉へと戻っていた範頼を京都へと送ります。この時、平家の大きな拠点は屋島と彦島。まずは範頼に彦島を攻め落とさせて、平家の退路を断ち、平家が逃げられなくなったところで一気に屋島へと攻め込む。こういう作戦だったんです。範頼は彦島を目指して播磨の国の室に到着します。しかし、これを聞いた平家は船を出し、小島へと兵を動かすんです。すると範頼はさらに兵を動かし、西川尻と藤戸へ到着、陣を敷きます。とはいえ、源氏は水軍を持っていません。平家もそれは分かっていたんで、わざわざ小舟を出して、ここまで来てみろ、と煽って楽しむ人すらいました。さて、そんな状況で、佐々木盛綱は、現地の領主を買収した上でこう聞きます。ここら辺に海を渡れる場所はないか。金目のものを渡されて、すっかり買収された領主は、俺だけ知ってる浅いところがありますよ。馬で簡単に渡れます。と教えてくれるんです。そうやって漁師に連れて行かれた場所は確かに浅く、馬で渡ることができそうでした。しかし、盛綱は、こいつは簡単に買収される男だ。生かしていたら他のやつに喋るだろう。と考えて、口封じのためにこの漁師を殺すんでした。さて、次の日の朝、またも平家は、ここまで来てみろ。と煽りに行きます。これを受けて盛綱は海へと飛び出します。
他の源氏は浅瀬があるなんて知りませんので、範頼は盛綱を止めようとするんですが、盛綱が順調に進んでいるところを見て浅瀬があると気づきます。こうして情報戦により先陣を切った盛綱の後ろを3万の大軍が続いてくるんですから、平家は慌てます。源氏は小島へと上陸し、平家は屋島へと逃げていくんでした。こうして源氏が勝利するきっかけを作った盛綱は、褒美として小島を範頼からもらったと伝わっています。しかし西には未だ平家の味方がいます。範頼はなかなか進むことができず、やっと九州に着いた時には半年が過ぎ、範頼は米が足りないなどの泣き言ばかり。源氏の中からも義経を待ち望む声が多かったため、頼朝は仕方なく義経の謹慎を解き、平家追討へと向かわせるんです。この時、頼朝にとって最も重要なのは安徳天皇の救出、そして三種の神器奪還です。平家の追討は二の次でした。頼朝の目的は武士の時代を作り上げること。天皇を救出して三種の神器さえ取り戻してしまえば、朝廷の力を抑えることはできます。平家がいてもいなくても武士の時代は実現可能だったんです。しかし義経は戦闘狂です。頼朝は不安に思いながら義経を送り出したことでしょう。さて、こうして義経は船出の日を迎えます。しかしこの日は風が強く海が荒れていました。その波で船が壊れてしまったんで出発できません。多くの者が船で戦った経験のない源氏は港に集まり、船での戦いについて話していました。そこへ梶原景時が、心配しなくても大丈夫だ、船に逆艪を立てればいいと言うんです。義経が逆艪とは何かと聞くと、景時は船を後ろに動かすための道具ですと答えます。これを聞いて義経は、これから戦いだというのに後ろへ逃げることなど考えていたら勝てない、お前たちの船にはどんどんつけろ、私の船には逆艪はつけないと言い放ちます。これに景時は、戦いに優れた者は進むべき時に進み、引くべき時に引くものですと言い返すんですが、義経は戦は攻めて攻めて勝つものだと反論。この言い合い以降、義経と景時は仲が悪くなっていくんでした。そうこうしているうちに船の修理が終わります。しかしすでに辺りは真っ暗。普通なら出港は明日だと決めるところでしょう。ですが義経は武器や米を船に積み込んでいます。夜のうちに出発しようと言うんです。辺りは暗い上に風は強い。船が出せる天候ではないと多くの人は反対するんですが、船乗りたちに向かって船を出さなかったら一人ずつ殺していくと脅したことにより、船乗りは諦めて出港します。こうして義経はたったの5艘で四国へと向かいます。もちろん梶原景時はついてきません。この日の強風が相まって普通は3日かかる海を義経はたったの6時間で到着してしまいました。義経、四国上陸です。上陸してすぐ近藤親家と戦いになります。彼はこの近くに住んでいる平家型の武士だったんですが、義経は戦いの末に親家を仲間にし、ここはどこだと聞きます。すると親家は勝浦ですと答えました。義経は勝田なんて縁起のいい地名だと喜び、親家の道案内のもと屋島の方を目指していきます。目指すは四国の豪族田口の義遠の城です。屋島の南側を制圧して戦いやすくしていきます。ちなみにこの田口の義遠というのは田口の重義の弟でして、この田口の重義は次回の壇の浦の戦いで超重要人物となってきます。結局義遠の城も義経は攻め落とし、ついに義経は屋島へと進み始めるんでした。さて、これが現在の屋島周辺の様子なんですが、ここら辺は埋め立て地が多いので、このままだと当時の様子が全くわかりません。ということで、当時の屋島周辺の海岸線を再現してみました。見てわかる通り、当時の屋島は屋島という名の通り島です。ちなみにここら辺の海は馬に乗れば渡れるくらいの浅さです。平家一門が住んでいたのはここら辺、安徳天皇がいたのはここら辺です。混乱を防ぐために先に言っておきますが、後からお話しする伊落端、扇の的、弓流しのエピソードはそれぞれここら辺で起こった出来事です。今は陸地になっているので現地映像では建物が映っていますが、当時はこのように海の近くだったと思って聞いてください。さて話を戻します。早速現地の伝説史を見ていきましょう。当時ここら辺も海の近く、源氏の兵に飯を食わそうとしても海水が混ざってしまい料理が難しかったそうです。そこで弁慶が薙刀を使って土を掘り、そこから真水が溢れてきたという伝説が残る薙刀泉や、料理をしようとしてもまな板がなかったから代わりにお地蔵さんの背中を使ったという伝説が残る名切地蔵など面白い史跡がいっぱいです。さて戦いの話に戻りましょう。義経の軍は少数なので、ここでも策を巡らせます。源氏の大軍が攻めてきたかのように見せかけるんです。
まず義経は軍勢を2つに分けます。そしてそれぞれで集落に放火して大きな煙を立ち上らせます。そうすることで源氏の大軍が攻めてきたと思わせるんです。平家の視点から見ると源氏の大軍に挟み撃ちされているように見えたことでしょう。平家は総門へと逃げ出します。当時この総門は平家一門の館がある地域への入り口となっており、河口の近くだったので船が置いてあったんです。その間に源氏は浅瀬を通って屋島へと渡ります。義経はここでもわざと水しぶきを大きく上げさせ、大軍のように見せかけます。しかし源氏が少数だと分かった頃にはもう遅く、多くの平家は海へと逃げ、源氏は安徳天皇の代理へと侵入して火をつけた後でした。たった80騎に平家は驚き、海へと逃げてしまったんです。なんと情けないことだと嘆きながらも、平頼経は再度総門前の陸に上がり陣を敷きます。この時の戦いは言葉合戦、つまり口喧嘩から始まります。俺の方が強いとか、お前の方が弱いとか、そんな感じです。そんな言葉合戦の途中に源氏方から飛んだ矢が森次に命中。これを見て弓上手の平頼経は仕返しに義経を射殺そうとします。義経に向かって頼経の矢はまっすぐ飛んでいき、あわや義経に矢が当たるというところで、佐藤継信が身を挺して義経をかばいます。この傷によって佐藤継信は戦死。これを見て頼経の家来菊王が継信の首を切り落とそうと駆け寄ります。しかし源氏は継信の遺体に平家方が触ることすら許しません。今度は源氏によって菊王が射殺されてしまいます。こうして頼経は菊王を、義経は継信を失います。継信が射落とされた場所こそが現在も屋島に残っている伊落端。さらに屋島には継信の墓と菊王の墓が今も残っており、当時の歴史を今に伝え続けているんです。さて、日も落ち始め勝負は明日に持ち越しというところ、源氏の軍勢が引き上げようとしたとき、沖の方から小舟が一層近づいてきます。ついにみんな大好き那須与一の出番です。その船の上には一人の女性と船べりに立てられた扇がありました。義経が後藤実元にあれはなんだと聞くと、扇を打ってみろということでしょうと答えます。義経は立候補を募るんですが誰も手を挙げません。そこで実元が那須与一を推薦するんです。義経が本当にうまいのかと聞くと、飛んでいる鳥でも3回に2回は射落とすほどだと言うんです。ならばと義経は与一を呼び、平家の奴らをビビらせてやれと送り出します。与一は一度断ろうとするんですが、義経から命令に背くなら帰れと言われたことにより後に引けなくなります。浜へと馬を進めるんですが距離が少し足りません。与一は海へと進んでいき、岩の上に馬を乗せて足場を安定させます。しかしこの時風は強く、扇は上下に揺れるんでした。与一は目を閉じて近くの岩に向かって祈ります。源氏の氏神様、我がふるさとの神様、信じております。あの扇の真ん中を射抜かせてください。射抜けなければ弓を折り自殺するつもりです。どうかこの矢を外させないでください。目を開けば風も弱まり、扇も当てやすそうに見えました。与一は矢をつがえ、引き絞り、矢を放ったんです。矢は見事に扇に命中。扇は空へ舞い上がりました。これを見ていた者たちは源氏も平家も関係なしに与一を褒めたたえるんでした。するとテンションが上がりすぎた平家のおじいちゃんが出てきて船の上で舞い始めました。義経は戦は強くても空気は読めません。なので与一に命令しておじいちゃんを撃ち落とします。これに切れた平家、船を降りて戦闘再開です。その戦闘の最中、義経は弓を落としてしまいます。義経は家来が止めるのも無視して必死になって弓を拾うんですが、後から他の武士に注意されます。義経としては源氏の大将の弓はこんなにも張りが弱いのかと馬鹿にされるのを防ぐため死ぬ気で拾いに行ったと言うんです。こうしてこの日の戦は終了し、夜が明けます。次の日には戦場が東へと移動して戦うんですが、平家はすぐに退散し、屋島の戦いも源氏の勝利となるんです。さて、こうして平家はさらに西へ逃げ、壇ノ浦の戦いへと繋がっていきます。ちなみに逆らうをつけるかつけないかで義経と争った梶原景時は随分遅れて屋島に到着し、着いた頃には義経が全て戦を終わらせた後で大恥をかいたというオチまでついています。景時と義経の不仲はどうなっていくんでしょうね。さて次の動画ではついに源平合戦最後の戦いである壇ノ浦の戦いについてお話しします。それではまた次の動画で。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。